線を感じて、ちょっとワクワクしちゃう。今喋ってたの AI なんだ。しかも誰も操作してない。何を話すかも、いつ喋り出すかも、全部あいつが自分で決めてる。これ、俺が個人で組んだ AIVTuber の配信基盤だ。キャラクターの中身から配信のオペレーション、それを動かすサーバーまで。全部で22台のマシンで回ってる。どうやって AI が自分で配信してるのか。まず地図を渡しておく。構造は大きく3層だ。一番下、レイヤー0が配信基盤。映像と音声を集めて YouTube なんかに流す土台の部分。その上、レイヤー1があやの中身。声を聞いて考えて喋る。AI キャラそのものだな。そして一番上、レイヤー2が自動運転。その中身と基盤を AI 自身が回すそう。今日はこの下から0、1、2って順に開けていく。まずは全体のマシン構成。これがその内訳だ。22ホスト、役割ごとに色分けしてある。で、22台なんて言うと金かけてるように聞こえるかもしれない。けど逆だ。ここの主力はオプティプレックス。企業のお下がりの中古機だ。これを7台。しかもモニターもキーボードもマウスもケーブルも全部ついてる。送料込みで1万円ちょっと。1台1600円だよ。要はジャンクの寄せ集めだよ。金をかける代わりに頭を使う。安いマシンはよく落ちる。だから落ちても番組が止まらないように組む。この動画で見せるものは全部その工夫の積み重ねだ。じゃあまずは一番下、土台のレイヤー0から。どうやって配信に載せてるか。配信ソフトは OBS。でも手では触ってない。全部 OBS の WebSocket でプログラムから制御してる。字幕だってテキストソースを WebSocket 越しに書き換えてるだけ。一番の肝がここ。多重出力だ。ストリームコントロールっていうスクリプトがローカルに FMPEG の中継を1個立てて。まあ分岐だな。これで YouTube、Twitch、ローカル録画。この3つに同時に分配してる。しかも再エンコードなしのコピーだから CPU もほとんど食わない。音声はマイクをつないだマシンから UDP で飛んでくる。映像は NDI。役割をマシンごとにきれいに分けてる。だから1台が配信の全部を抱え込まなくていい。じゃあ次は主役。あやの中身。声が言葉になって返事が返ってくるまでを追っていく。まず入り口。俺や通話相手の声はウィスパーっていう音声認識でリアルタイムに文字起こしされる。マイクとディスコード2系統を別々に処理してる。面白いのがデータの渡し方でさ。この文字起こしの結果、メモリ上のファイルにただ書き込むだけなんだ。プロセス同士を直接つながずにファイル1枚を挟んで緩く結合する。図の AI レスポンス .text がそれだ。こうしておくとどれか1個が落ちても他が巻き込まれにくいし、復帰も楽。さっき安いマシンはよく落ちるって言ったろう。その答えがこのファイル1枚で緩くつなぐ設計だ。ジャンク前提だからこう組んでる。文字が来たら返事を生成する。使ってるのはグロックのクエン 32B のモデル。クラウド推論でレイテンシを削るために余計な思考は切ってある。ローカルのモデルも保険で残してあるけど、今は基本クラウドだ。返事のテキストが決まったらボイスボックスで音声合成。
GPU で喋らせてその波形で口も動かす。で、ただ喋るだけだと棒読みになる。だから感情を3層で持たせてる。時間で気分が冷めていく減衰、状態から来る揺れ、それと常時な揺らぎ。この2個目は後でもう1回出てくる。最後に見た目。アバターはこのマシンの GPU で VRM のモデルを描画してる。その映像を OBS にブラウザソースとして取り込んでる。さあ一番上。自動運転のレイヤー2。ここが今日一番見せたかったところ。まず配信のオペレーション自体を自動化してる。さっきのストリームコントロールに自動版があるんだ。これがシーンの切り替えなんかを自分で判断してやる。で、これが俺のお気に入りなんだけど、サーバーの健康状態をあやの感情に流し込んでるんだ。ドリフトセンサーっていう仕組み。マシンが重かったり、どこか調子が悪いと、あやが不機嫌になる。本当に機嫌が悪くなる。中身の AI が自分が乗ってるインフラの調子を感じ取ってるんだ。今映像で見せているバレンスアラウザルに、時間が経つごとに新しい値が入っていくのがわかるだろう。同時にあやの口元を見てくれ。表情が少しずつ戻っていくことも見て取れる。さて、実験用に機嫌を悪くしちゃったからな。録画を止めてから念のためコマンドで機嫌を取っておいた。あとは自走モノローグ。喋る話題がないとき、AI が勝手にネタを決めて一人で喋り始める。だから最初のシーンみたいに誰も操作してなくても番組が進んでいく。チャットに目が行くたび、あんたが笑ってくれたらいいなって思ってる。ここまで見てわかると思うけど、マシンがこれだけあると、どこが落ちたら何が止まるかなんてもう頭じゃ覚えてられない。だから俺はこのホームラボ全体の世界モデルを持ってる。インベントリっていう一個のファイルに、どのマシンが何を提供して何に依存してるかを全部書いてある。これがあるべき姿だ。で、リコンサイルってツールが実機を見に行って、その通りになってるかずれてないかを検出する。質問を投げれば AI がそのモデルを読んで、デューランダルが落ちたら配信が止まるみたいに地に足のついた答えを返してくれる。で、ここでオチなんだけど、この動画に出てきた構成図、あれ、手書きじゃないんだ。全部この世界モデルから自動で生成してる。実機と付き合わせて常に検証され続けてる図なんだよ。ちなみにこの仕組み自体はムネモシュネっていう名前でオープンソースにしてる。中身が気になったら概要欄から覗いてみてくれ。今見せたのがレイヤー0から2まで。今はまだその自動運転の入り口に立ったところだ。目標は俺が何もしなくても番組が立ち上がって進行して終わる。完全無人の配信。それと実はこの裏で世代交代も進んでてさ、今のオペレーター役のマシンを1台退役させようとしてる。その話はまた別の動画で。こういうのを個人で1個ずつ組んでる。中身が気になったらチャンネル登録しておいてくれ。次は7台で1万円のジャンクの寄せ集め。どこで拾ってどう直したのか。金じゃなく頭で組んだ機材の話だ。じゃあまた。